皆さんこんにちは。ナビゲーターのケンジです。今回は日本の産業界、特にものづくりや IT、インフラの現場で最強の即戦力として引っ張りだこになっている高等専門学校、いわゆる高専の学生たちの採用に関する超本格的な構造分析をお届けします。隣にいるのはおなじみの美咲さんです。皆さんこんにちは、美咲です。今日のテーマはまさにマスメディアが絶対に報道しない真実ですね。高専生といえば就職率がめちゃくちゃ高いことで有名ですけど、実は企業がどのタイミングで採用すべきかという戦略はものすごく奥が深いんですよね。そうなんだ。今回は文部科学省の先導的大学改革推進委託事業、高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究や、国立高等専門学校機構の最新データなど、信頼できるソースを徹底的に分析して作られたレポートに基に解説していきます。国立高等専門学校機構のデータによると、高専本科生の就職率はほぼ 100% を維持していて、しかも卒業年度の10月時点で内定率が 90% を超えているそうですね。一般的な大卒の就職市場と比べても圧倒的な強さです。その通り。でもそれだけ人気だからこそ、企業側も単に高専生なら誰でもいいから採用したいというわけにはいかなくなっている。20歳の本科卒で早く採用して自社色に染め上げるべきか、それとも大学編入や大学院を経て修士や博士になった高度な研究開発人材を狙うべきか、激しい争奪戦が繰り広げられているんだ。なるほど。そのあたりの企業ニーズのリアルな違いや、学生たちの進路ごとのメリット、さらには気になるお給料の話まで余すところなくお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。さて、本論に入る前に、このレポートが提示しているいくつかの衝撃的な具体的な発見をサマリーとして紹介しておこう。はい、ここが今回の動画の超重要ポイントですね。まずは何といっても、高専生の採用タイミングは実は8つのステージに細分化されているという点です。そうなんだ。一般的には高専を5年で卒業する本科卒のイメージが強いけれど、実際には専攻科卒、さらには技術科学大学や国立大学への編入を経て学士、修士、そして博士まで計8つの採用ポイントが存在する。企業はそれぞれの段階で全く異なる能力と役割を期待しているんだ。そして2つ目の発見が、長年の課題だった学歴による処遇格差に今まさに革命が起きているという事実です。これは非常に面白い動きだね。石川県に本社を置く三谷産業株式会社のプレスリリースによると、2026年4月入社予定の国立高専卒業者を対象に、なんと大卒の初任給を上回る額を設定するという決定がなされた。こうした高専プレミアムともいえる処遇の逆転現象が先進的な企業で始まっているんだよ。大卒よりも高い初任給ですか？それはものすごいインパクトですね。さらに3つ目の発見として、高専生の定着率の高さも挙げられています。多くの企業が大卒社員と同等、あるいはそれ以上の定着率を報告しているんです。これらを含む高専生をめぐる採用の最新トレンドと、企業が取るべき最適な採用配属戦略の具体的な推奨モデルについて、ここからの各パートで詳しく徹底的に解説していくよ。それでは各論へ行ってみましょう。それではここから各論をじっくり見ていきましょう。まずは、なぜこれほどまでに多くの企業が高専生を新卒で欲しがるのか、その基本的な動機についてですね。 PR タイムズで公開された企業を対象とした最新の意識調査、高専生採用の魅力というデータがその理由をはっきりと示している。これによると、企業が高専生を採用する最大の理由は、なんと 46.2% を占めた専門性が高いためなんだ。46.2%、半数近い企業が専門性の高さを上げているんですね。一般的な普通高校から4年生大学に行くルートと高専のルートでは何がそんなに違うんですか？決定的な違いは15歳からの早期専門教育にある。普通高校の生徒が大学受験の勉強に追われている時期に、高専生はすでに実験や実習を繰り返し、工学などの専門分野の考え方や実務の勘どころを体で覚えているんだ。ナレッジスターの解説記事でも、この15歳からの圧倒的な高密度教育が、これからの時代に高専卒が最強である理由の一つとして挙げられているよ。なるほど。大学に入ってからようやく専門を学び始める大卒と比べて、15歳から専門の環境にどっぷり使っているというのは、技術的なアドバンテージが違いすぎますね。その通り、受験用の暗記ではなく、実際のものづくりやプログラミングを早くから実践しているからこそ、企業に入ってからもすぐに活躍できるんだ。この早期からの専門教育こそが、企業が高専生にラブコールを送り続ける最大の動機なんだね。
企業が高専生を採用する理由として、次に多いのが即戦力として期待できるためが 39.6%、そして実践的な技術力を持っているためが 36.8% となっていますね。これもすごい数字です。そう、先ほどの PR タイムズの共同プレスリリース調査データをさらに深く読み解くと、実際に採用した高専卒の社員に対する評価として第1位に輝いたのが問題解決力が高い 45.3% なんだ。問題解決力が高い。これってただ言われた通りの作業ができるっていうレベルじゃないですよね。まさにそこがポイントなんだ。高専のカリキュラムはとにかく実験レポートの作成や自ら手を動かして物を作る授業が多い。失敗を繰り返しながら何が原因で動かないのかを自分の頭で考えて自律的に技術的課題に対処する姿勢が嫌でも身につく。だから評価の第2位には専門性を生かしている 41.5%、第3位には実務への適応が早い 34.9% がランクインしているんだ。4年生大学の学部卒だと理論は知っていれも実際に手を動かした経験が少なくて現場で一から教えないといけないということがよくありますが、高専生にはそれがないんですね。その通り、図面が読める、テスターが使える、プログラムが書けるといった現場で明日から使えるスキルを20歳の時点で持っている。この実務適応力の高さは開発や製造の現場を持つ企業にとってまさに喉から手が出るほど欲しい資質なんだよ。さて、切迫優秀な人材を採用できてもすぐに辞められてしまったら企業としては大損害ですよね。でも高専生って実は定着率もめちゃくちゃ高いんですよね。そうなんだ。ここが人事担当者にとって最も注目すべき点かもしれない。PR タイムズで公表された調査データによると、高専卒を採用した後の3年以内定着率について、なんと 52.8% もの企業が 80% 以上と回答している。さらにその中の 12.3% の企業は定着率 100%、つまり3年間で誰も辞めていないと報告しているんだ。3年以内の定着率が8割以上っていう企業が半数を超えているんですか？一般的な新規大卒者の3年以内離職率ってよく3割が辞めるなんて言われますから、それと比べると驚異的な低さですね。本当に素晴らしい安定性だよね。なぜこれほど定着率が高いのかについてはいくつかの要因がある。例えば高専ってどんなところという情報サイトの離職率に関する解説にやると、高専生が就職する業界は機械、電気、素材、インフラといったもともと離職率が低く安定している工業系の業界が多いことが影響していると分析されている。なるほど。業界自体の安定性と本人の専門性がきれいにマッチしているんですね。せっかく身につけた技術を無駄にせず、長期にわたってその会社で発揮したいといる本人のキャリア志向も定着を後押ししているわけですね。定着率が高いもう一つの決定的な理由として、高専に深く根付いている学校推薦という極めて強固なマッチング制度がある。学校推薦。これって高専の先生や就職担当の方が企業と学生の間に入ってしっかりと仲介してくれる仕組みですよね。その通り。ナレッジスターの進路解説記事などでも触れられているが、学校と企業が長年にわたって強い信頼関係を築いているからこそ、学生の適性や人柄をよく理解した上でのミスマッチのない推薦が可能になるんだ。この信頼関係に基づいたマッチングがあるからこそ、採用後のギャップが極めて少ない。実際に同じ会社で働く大卒社員と高専卒社員の定着率を比較したデータもあるんですよね。文部科学省のキャリアパス調査によると、大卒社員との定着率比較において、本科卒を採用した企業の 17.0%、専攻科卒を採用した企業の 13.8% が大卒社員よりも定着率が高いと回答しているんだ。さらに大卒と同程度という回答と合わせると、ほぼ全ての企業で大卒並みかそれ以上の安定的な定着が実現していることが証明されている。企業からすれば優秀でかつ長く自社で働いて中核を担ってくれる、そんな理想的な人材を確実に獲得できるルートが高専の学校推薦なんですね。企業側がこれほど信頼を寄せるのも納得です。ここからはレポートの核心部分である8つの採用ステージについて一つずつ具体的に見ていきましょう。まずは一番メジャーな5年間の課程を修了して卒業する高専本科卒ですね。学位としては準学士になります。そうだね。文部科学省の高専学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究によると、高専本科生の進路のうち就職を選ぶ人の割合は 56.2%。 やはりここが最大の就職ボリューム層となっている。20歳という若さで社会に出ることになりますが、企業はどんなニーズを持って彼らを採用しているんでしょうか。最大のニーズは吸収力の高い若いうちに獲得して、自社の独自の技術訓練や企業風土にしっかりと浸透させたいという点にある。
ナレッジスターの記事でも分析されている通り、20歳の若い技術者はスポンジのように自社のやり方をどんどん吸収してくれるんだ。配属される仕事や現場での役割はどのような感じになるんですか？製造業における生産技術や品質管理、建設インフラ分野における設備保全や施工管理、IT インフラの構築や運用といった技術の実務を担うエンジニアとして配属されることが多い。彼らは20歳でありながらすでに自力で図面を引き、テストを回してトラブルシューティングができるだけの基礎力がある。だから配属されて数ヶ月で一般の大卒をしのぐほどの実務能力を発揮することも珍しくないんだ。企業の基盤を支える技術者としての期待が非常に高いステージだね。次は2つ目のステージ、高専専攻科卒ですね。本科を修了した後にさらに2年間の専門教育を受けるルートですが、こちらは学位としては大学卒業と同じ学士が取得できるんですよね。その通り。高専に設置された専攻科を修了して大学改革支援学位授与機構による審査をクリアすれば大学予卒と同等の学士が得られる。ナレッジスターの本科専攻科比較解説によると、専攻科に進学した学生の就職割合は 66.9% に達している。本科卒の20歳よりもさらに2年間長く学んでいるわけですから、企業側の期待も少し変わってくるんでしょうか。大きく変わるよ。企業側のニーズとしては、本科卒が持つ高い実践力をベースにしながら、さらに2年間主体的な研究や応用実験を重ねたことで、論理的思考力や課題解決能力がより洗練された人材を求めているんだ。また、東京高等高専学校が実施したアンケート調査、企業による専攻科修了者の評価並びに協力への要望にも見ても、専攻科卒は非常に高く評価されている。具体的にどのような部署への配属が多くなるんですか？文部科学省のキャリアパス調査によると、専攻科卒は本科卒に比べて研究開発設計に従事する割合が 27.0% と明らかに高くなっている。つまり、ただ現場の管理をするだけでなく、情報通信業や先端製造業の上流工程、すなわち新しい製品の開発部門やプロセス設計といったクリエイティブな技術開発の領域で活躍することが期待されているんだ。3つ目のステージは、高専から技術科学大学、いわゆる技科大に編入して学部を卒業した学士のタイミングですね。これ、高専ならではのユニークな進歩ですよね。そんだ。新潟県の長岡技術科学大学や愛知県の豊橋技術科学大学は、主に全国の高専卒業生を受け入れるために国が設立した非常に特色ある国立大学なんだ。高専機構の進学データでも人気の編入先として定番の位置を占めている。高専のバックグラウンドを持ったまま、さらに国立大学としての高度な教育を受けるわけですね。企業側から見たこのルートの魅力はどこにあるんでしょう？企業ニーズとしては、高専仕込みの叩き上げの実践力に技科大特有の高度な実験設備や産業界と密に連携した先端的なキャリキュラムが融合した非常にバランスの取れた学士技術者を獲得できる点にある。何か技科大ならではの特徴的なプログラムはありますか？大きな武器として長期間のインターンシップである実務訓練が必修化されている。豊橋技術科学大学の就活事情に関する解説でもこの実務訓練の重要性が強調されているよ。学生たちは実際に企業を入り込んで数ヶ月にわたってプロの現場で働く。そのため実務訓練先の企業でそのまま直接採用されるケースも多く、現場の即戦力リーダーや開発補佐として入社後すぐから力を発揮できるのが最大の特徴なんだ。続いて4つ目のステージ、同じく技術科学大学へ編入し、さらに大学院の修士課程を修了したタイミングです。ここはものすごい人気そうだと聞きました。その通り、ここは大手メーカーやインフラ系企業の採用において圧倒的に有利とされるまさに就職市場の超エリート層なんだ。大学院まで行く人の割合ってどれくらい高いんですか？豊橋技術科学大学の就活事情に関するデータを例に挙げると、電気電子情報工学といった進学率が極めて高い課程では実に104名中97名が大学院へと進学している。高専で培った手を動かす技術の上にさらに修士としての学術的な理論と2年間の先端研究が上乗せされるわけだから鬼に金棒だよね。企業側がこの層をターゲットにする動機はどんなところにあるんでしょうか？彼らは企業との共同研究実績も豊富で特定の専門技術における完成度が極めて高い。だから最先端の製品開発や設計の主戦力として求められるんだ。具体的な就職実績も名だたる企業ばかりですよね。そうなんだ。デンソー、三菱電機、中部電力、関西電力といった日本を代表するトップクラスのインフラ企業やメーカーに数多く就職している。配属先も電力設備の基幹設計や自動車の電装ユニット開発、ファクトリーオートメーションの設計など極めて高度なエンジニアリングの中核に直接送り込まれる。企業にとってはイノベーションを牽引する中心人物として最も熱視線を送るステージだね。5つ目のステージは、技科大でさらにその上、博士後期課程を修了して博士号を取得した博士人材です。
これはかなり希少な存在ですよね。そうだね。高専から大学、大学院、そしてドクターまで突き詰める学生は全体から見れば非常に少ない。しかしだからこそその価値は極めて高いんだ。ドクターというとお堅い理論ばかり研究しているイメージがあるかもしれませんが、技科大の博士はちょっと違うんでしょうか。そこが最大の特徴だね。企業側のニーズとしては単なる机上の理論にとどまらず、技術の根底にある難解な理論を解き明かしつつ、それを実際の物理的なシステムや半導体デバイスに応用し形にするということができる実証型の先端研究者を求めている。 eFalcon の博士人材の採用に注目しようというコラムでも、企業の専門職不足を解消する鍵としてこうした博士層の獲得が提唱されているよ。実証型の先端研究者、まさに理論と実践のハイブリッドですね。配属される部署や期待される役割はどのようなものですか？先端マテリアル、 AI 次世代通信、次世代モビリティなどの基盤研究開発部門だね。彼らは国際的な研究プロジェクトの推進や社内の技術的ブレイクスルーを牽引するプロジェクトリーダーとしての役割を期待されている。高専テクノゼミの進路企画でも博士まで進んだ人材の専門性の高さは群を抜いており、グローバル競争に勝つための切り札として採用されるんだ。6つ目のステージは高専から一般の国立大学、例えば旧帝国大学や有力な地方国立大学の工学部に3年次編入して学部を卒業したタイミングですね。そうだね。高専から一般の国立大工学部への編入ルートは勉強熱心な学生にとって非常に魅力的な選択肢だ。高専テクノゼミの大学編入に関する記事によると、大学でのより幅広い学術的な人脈や多様な研究テーマを求めてこのルートを選ぶ学生が多い。受験を勝ち抜いてきた一般の大学生の中に高専出身の学生が混ざるわけですが、企業はどう評価しているんでしょうか。企業から見ると、受験エリート層が占める総合大学の中で、高専出身ならではの泥臭く粘り強い実験アプローチと実践力をしっかりキープしている希少なハイブリッド型人材という非常に高い評価になるんだ。一般のストレート大卒のスマートさに加えて高専のタフさが備わっているということですね。そう。採用の際は一般の大卒求人や自由応募の枠組みで競合することになるけれど、彼らの持つ技術的な基礎の強さと国立大卒という高い学術スペックは採用市場で圧倒的な武器になる。豊橋技科大編入の体験談を集めた高専バリューの記事などでも、編入生が就活で高い評価を受ける様子が語られている。大手メーカーの設計開発部門や大手 SIR のシステム開発のコアメンバーとして非常に重宝されるタイミングだね。7つ目のステージは国立大学に編入し、さらに大学院に進んで修士課程を修了したルートです。ここは技術職の採用担当者が最も欲しがると言われる超激戦区ですよね。まさに企業の採用担当者が最も熱望する高い論理構築力と徹底した実践力を完璧に併せ持つ再生への研究開発人材だね。普通に高校から大学、大学院と進んだストレートの引率生と比べて何がそんなに違うんですか？ストレートの引率性は学術的な理論に強いけれど、実験装置を自分で組んだり試作を自力で回したりする実践的な立ち上がりに少し時間がかかることがある。でも高専を経由した修士は高専時代に培ったプロトタイプ作成能力や検証能力があるから、大学院の最先端設備もすぐに使いこなし、実務への立ち上がりが圧倒的に早いんだ。なるほど。研究のアイディアを出すだけでなく、実際に形にして動かすところまで自分でサクサク進められる。そう、豊橋技術科学大学のキャリアデータでもこの層の収縮実績は極めて良好で、配属されるのは先行技術開発、先端バイオ、次世代半導体の設計、あるいは超高速通信プラットフォームなど、その企業の未来の10年を支える石の谷を作り出す極めて重要度の高い最先端の研究開発部門になるんだ。そして最後の8つ目のステージが国立大学の大学院で博士号を取得したタイミングですね。これはまさに学術と実践の最高峰です。そうだね。高専の強固なものづくりの基礎にトップレベルの国立大学院が誇る世界最先端の研究理論が加わった技術者としての究極の完成形と言っていい。これほどのトップ人材に対して企業はどのようなニーズを持っているんですか？企業が抱えている既存の技術の延長ではどうしても解決できない最も困難なボトルネックを数学的科学的なブレイクスルーによって根本から解決できる超一流のスペシャリストとしてのニーズだね。eFalconの博士採用に関する提言でも解説されている通り、グローバル市場で他社を圧倒するようなゲームチェンジを引き起こす研究開発にはこうした高度な博士人材が不可欠なんだ。まさに会社の運命を左右するような技術イノベーションのリーダーですね。その通り。
彼らは入社直後から新規事業開発や社内の基幹技術の研究やアドバイザリー業務を指導するシニアリサーチャーとして迎えられる。文部科学省の未来を牽引する人材の育成に関する方針でも、こうした高度技術人材の活躍が強く期待されているよ。非常にニッチではあるけれど、企業が最も投資価値を見出す最上級のステージだね。これら8つのステージを見てきましたが、企業にとっては20歳の本科卒のような若い層を採用するメリットと、修士や博士のような高度な研究層を採用するメリットの2つの大きな方向性があるわけですね。まずは若い本科卒を採用することの組織的なメリットについて詳しく教えてください。大きなメリットは何といっても企業風土への圧倒的な適応力の高さと長期的な技能承継のしやすさにある。若いからこそ自社のやり方を素直に深く吸収してくれるわけですね。そう、若いうちから自社の特定の製造ラインや製品仕様に特化した技能を徹底的に学ばせることで、自社のコア技術を将来にわたって守り抜く熟練技術者としての愛社精神やロイヤリティを育てやすい。高専時代の厳しい学生生活を乗り越えてきたという経験も関係していますか？大ありだね。ノートなどの現役高専生や OB の体験談記事を見ると、高専はレポート提出がものすごく厳しく、赤点が60点未満という普通高校よりはるかに厳しいアカデミックプレッシャーがあることで有名なんだ。赤点が60点なんですか？それは厳しいですね。進級するだけでもかなり鍛えられそうです。その通り。その厳しい関門を乗り越えてきたことこそ、入社後の職場内訓練や厳しい現場の技術研修に対しても非常に勤勉で、かつ計画的に取り組む習慣が最初から備わっている。このタフさと勤勉さを20歳という若さで手に入れられることは、組織の若返りと技術継承を進めたい企業にとって最大のメリットなんだ。なるほど。若い本科卒の採用は技能をしっかりと引き継ぎ、愛社精神を高めるために非常に有効なんですね。一方で、大学院を出た修士や博士の高度研究層を採用することの価値はどこにあるんでしょうか？それは何といってもイノベーションを引き起こす力だ。製品ライフサイクルが極めて早い IT 産業、例えばメルカリや LINE ヤフーといったテック企業や先端エレクトロニクス、ロボティクスの分野では、社内技能の継承よりも既存の技術を破壊して全く新しいアカデミックなアプローチを取り入れることが求められる。古い伝統を守ることよりも新しい技術で世界をあっと言わせることが最優先の業界ですね。そう。この場合、たとえ企業文化に馴染むのに少し時間がかかったとしても、大学院で最先端の研究をしてきた彼らの知のネット把握と高度な研究力が必要不可欠になる。豊橋技術科学大学の就職解説でも、修士博士の学生は在学中に国内の学会で発表したり、英語での論文執筆、さらには企業との共同研究をバリバリ経験していることが高く評価されていると指摘されている。確かに会社に入ってから一から教育されるのを待つのではなくて、入社したその日から自社の技術課題を自分の研究室のように客観的に分析して解決策を提案できるわけですから、めちゃくちゃ頼りもしいですね。まさに自律的な立ち回りができるエンジニア兼アドバイザーだね。この高い自律性と世界基準のトレンドを自社に持ち込んでくれるという点に、高度研究層を採用する圧倒的なイノベーション価値があるんだよ。ここまで高専生の圧倒的な優秀さについてお話ししてきましたが、実はそんな彼らにもかつては日本の雇用制度ならではのやりきれない悩みがあったんですよね。そうなんだ。それが学歴基準に基づく人事制度の壁だ。高専の本科卒は5年間修了しているにもかかわらず、学校の分類としては準学士となる。そのため多くの日本の古い人事制度では、彼らを短大卒高卒相当の給与テーブルに当てはめてしまっていたんだ。実務能力は大卒以上即戦力と大絶賛しておきながら、給与のスタートラインは短大卒や高卒と同じ扱いだったんですか？それはちょっと不公平に感じてしまいますね。本当にそうだよね。実際にインディードの採用ノウハウ解説、高専卒の新入社員の初任給設定などのデータを分析しても、従来の一般的な高専本科卒の初任給は大卒と比べて月額2万3万円程度低く設定されているケースがほとんどだった。同じ現場でむしろ大卒よりテキパキ仕事をこなしているのに基本給が低いというのは、本人のモチベーションにもかかりますよね。まさにその通りで、これまではその学歴のねじれによってせっかくの優秀な技術者が不満を募らせたり、大卒資格を取るために進学へ流れてしまう一因にもなっていた。しかし今、この旧態依然とした日本の評価システムに非常に大きな変化が起き始めているんだ。それを次のパートで詳しく解説するよ。それではその学歴のねじれを打破する今まさに起きている驚きの処遇改革についてですね。これ本当にリクルーティング業界に激震が走った出来事だとか。そう、石川県金沢市に本社を置く三谷産業株式会社のプレスリリースが採用関係者の間で多大な衝撃を与えたんだ。
彼らはなんと2026年4月入社予定の国立高専卒業者の初任給を一気に大卒よりも5000円高く設定するという前代未聞の決定を発表したんだよ。大卒よりも高専本科卒の方が高い初任給ですか？これはすごい逆転現象ですね。三谷産業の大卒初任給が28万円に引き上げられたことを受けて、高専本科卒の初任給はそれを上回る28万5000円に達することになる。これについて同社の社長はノートの採用解説記事などでも取り上げられているが、大卒と高専卒の給与格差はこれまで日本の産業界が置き去りにしてきた大きな課題であり、若くして高度な実践技術を持つ彼らのステータスを正当に評価すべきだと強く語っているんだ。素晴らしい決断ですね。この高専プレミアムともいえる評価制度があれば、大手企業に負けずに地方の優秀な高専生を確実に獲得できますね。その通り、こうした先進的な処遇改善の波は確実に他の企業にも広がっている。ただ給与を上げるだけでなく、入社後のキャリアアップ支援や専攻会大学への働きながらの進学支援など、彼らが一生やりがいを持って働ける環境を整えることが、これからの採用競争に勝つための必須条件になっているんだね。さて、これまでのお話を踏まえて、実際に企業がどのように高専生の採用活動を進めていくべきか、その具体的な戦略モデルについて解説をお願いします。特に学校推薦と受優応募の使い分けがポイントになるとか？そうなんだ。白いキャリアの推薦応募と自由応募の使い分けの解説でも詳しく書かれているが、ここには大きなジレンマがある。学校推薦は内定を出した時の決定率、つまり合格率が 70% から 80% と非常に高いけれど、内定を辞退できないという強固な制約を伴う。なるほど。学校との信頼関係があるから安易に辞退はできないけれど、確実に一人の優秀な学生を採用できる。一方で自由応募は学生がいろんな企業と比較して検討できるから内定辞退のリスクが高まるけれど、より幅広い募集団にアプローチできるメリットがある。テックポータルや理系就活解説でもこの両者の使い分けが企業の採用戦略の成否を分けるとされている。これらを踏まえてレポートが提案する推奨モデルはどのようなものですか？2つのモデルを提案している。まずは短期実務遂行力モデル。これは安定した製造プロセスやインフラ保守を重視する企業向けで、全国の高専と学校推薦のパイプを強固に築き、20歳から22歳の若い段階で囲い込む戦略だ。従来の準学士枠を廃止し、大卒以上の初任給を提示して推薦枠を確実に消化する。もう一つのモデルは2つ目は中長期技術イノベーションモデルだ。先端研究や新規事業創出を目指す企業向けで、自由応募をベースに技科大や国立大の編入生が集まる研究室と直接のパイプを作る。長期インターンシップ、例えば技科大の実務訓練を活用して学生のうちから信頼関係を築き、修士博士をダイレクトに研究開発部門へ配属する戦略だ。自社のビジネスモデルに合わせてこの2つのルートを使い分けることが求められるんだね。今回は高専技術系人材における採用タイミング別の企業ニーズと処遇、キャリアパスに関しての構造分析について全編を通してじっくりと解析してきました。健二さん、改めて全体のまとめをお願いします。はい。高専を起点とする全8の採用ステージには、それぞれに明確なポテンシャルとそれに対応する企業ニーズがしっかりと紐づいている。企業が自社の競争力を維持するためには、自社が今早期に社内で育成すべき技能を求めているのか、あるいは最先端の学術機関で磨かれた高度な研究能力を求めているのかをしっかりと見極めることが重要だ。そしてこれまでの古い学歴基準に縛られず、三谷産業のように高専プレミアムを戦略的に適用し、彼らの実践力を正当に評価して魅力的な処遇を用意すること。これこそがこれからの高度なものづくり情報社会において世界に負けないエンジニアリング組織を築くための唯一の道ということですね。その通り、高専生の力を最大限に生かすことが日本の、そして企業の未来を作る鍵になるんだ。動画をご覧の採用担当者の皆様、および将来を模索している高専生の皆様にとって、今回の分析が少しでも参考になれば幸いです。それでは今回の解説はここまでとなります。皆様ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。